こんにちは、ジリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダからバッドファンダ、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。このチャンネルの動画はコインポスさんの提供でお送りしております。コインポスさんが主催するアジア最大級のブロックチェーン Web3 カンファレンス WebX が今年も日本で開催されます。開催日は8月28日から29日、東京のザ・プリンスパークター東京で開催されます。先日のオードリー・タンの参戦に続いて、日本から岸田首相や小池百合子氏、石丸伸二氏、ひろゆき氏、田村淳氏、大悟氏、スティーブ・青木氏など、数々の著名人の参戦も決まりまして、また話題になっております。なんとなく雰囲気知りたいという方は、去年の WebX 動画も期間限定で開放してますので、そちらもぜひ見てみてください。で、またこの WebX のチケットに関しては、概要欄のリンクから入っていただくと、通常価格よりも 20% オフで購入できるようになってますので、少しでも興味持った方いらっしゃいましたら、ぜひリンクから飛んでみてください。で、またメンバーシップの方では、毎朝1分で情報収集できるまとめ投稿が動画よりも好評いただいております。こちらは毎朝8時前には投稿してまして、ネット記事や動画よりも手っ取り早く情報収集できますんで、日頃忙しくて情報収集に時間割きたくないとか、動画を見てる暇ないという方はこちらもぜひご利用してみてください。まず ETF 関連から見ていきますと、SEC がハッシュデックスのビットコインとイーサの混合 ETF、ハッシュデックスナスダッククリプトインデックス US ETF の可否を延期してます。次回期日は2024年9月30日となってまして、それまでまたお預けとなってますね。で、また昨日マイアミの取引所 MIAX らがスポットビットコイン ETF のオプション取引の上場申請を取り下げているという話題を取り上げましたけども、シーボもその後、オプション取引申請を取り下げました。で、ただその後ですね、また再申請してます。当初申請されてた提出書類は15ページほどなんですけども、新しく申請された書類は44ページとなってまして、SEC から何かしら修正依頼を受けて対応したんじゃないかと。ということは、SEC も門前払いしてるわけではなくてですね、前向きに検討してるんじゃないかということで、承認にまた一歩近づいていると見られています。SEC の最終期日は9月21日とされてますが、スポットビットコイン ETF のオプション取引が承認されるのか注目ですね。また昨日の米国のスポットビットコイン ETF のフローは、まだ全社が公開されてませんが、グレースケールの GBTC がマイナス 0.7 億ドルと、比較的流出が収まってますが、他各社はゼロで、フィデリティ、ビットワイズもマイナスと、現時点では全体でマイナスを記録しています。ただ、グレースケールのミニトラストはプラスになってますね。前日はウィズダムトリーが過去最高の流入を記録してまして、ブラックロックも 1.5 億ドルの流入と、大きくプラスになりましたけども、今回は少し厳しい展開になってますね。で、またスポットイーサ ETF の方も特に大きな流入が見られず、全体でマイナスとなってます。こちらもブラックロック次第となってますね。一方、香港の方は動きなく、前日のゼロのままとなってます。あと、オンチェーンの方では、USDT の時価総額が過去最高更新したのが話題になってます。ここ1週間で13億ドル相当の追加発行となってまして、時価総額は1150億ドル超えとなってます。で、また USDC もこの1週間で16億ドル発行、時価総額345億ドルとなってまして、約1年半ぶりの高水準となってます。また USDT のテザーは2025年の半ばまでに従業員を100人から200人に増加させる予定を発表したのも話題になってますね。ステーブルの増加は仮想通貨市場を押し上げる要因の一つとされてますが、ここ最近上へ期待できるようなファンダが立て続けに出てますね。あとこれは本来その他の動向なんですけど、市場に影響ありそうなことなんで先に取り上げます。米大統領選の予想がついにハリスがトップとなってます。数日前までトランプが 54% とリードしてたんですけども、ここ1日2日で両者 49% と拮抗してまして、どっち転んでもおかしくないような展開となってました。そして今回ついにハリスが単独トップとなってます。で、ビットコインがね、年内10万ドルに達するとか、仮想通貨に対して毎回強気の予測をするアナリスト、他各社ありますけども、内容を見ると大体がですね、トランプが勝ったらという前提で予測をしてるんですよね。なのでこの事前予想が崩れてくるとなると、今まで強気な予測を出してたところもですね、修正せざるを得ないんじゃないかなと。で、その予測がまた拡散されて、市場も楽観的になりづらくなるんじゃないかなと、個人的には思っちゃいましたね。結果はどうなるかわからないですけど、少なくとも楽観的な空気のまま、11月に突入するという流れにはならなそうですよね。市場に大きな影響を与える米大統領選ですが、今後の進捗にも注目ですね。ビットコインの価格は現在6万1000ドルあたりを推移しております。昨日発表された注目指標の方では、メキシコの中銀政策金利が金利 11.00% から
10.75% と 0.25% の利下げを発表しています。米国の利下げを待たずに、先にメキシコが利下げをしたということで、一部ではサプライズ扱いにされてますね。これによって、また米国の利下げの見解が強まってますね。米国債金利は昨日からまた下がってます。あと他では昨日も実際に地震ありましたけども、連日の南海トラフ地震懸念や日本の利上げ年内無理見解が出てまして、こちらも一部では円安継続が囁かれています。ただドル円はドル安の展開からか昨日からは下がってますね。私もこの前の地震で家のものが落ちるほど揺れまして、避難しましたから、皆さんも大事なものあると思いますけども、いざ地震来た時にすぐ持っていけるように準備しておいた方がいいかもしれませんね。米国債金利は 3.944 を推移しておりまして、ナスダックが 18,513、S&P500 が 5,344、ダウ平均が 39,497、金ゴールドが 2,430 ドル、日経平均が 35,024 円、ドル円が 146.60 円となっております。ビットコインの先物の方では、OI は全体でプラス 2.3%、額としては283億ドル相当、比率としては全体ではロングが 54.5%、バイナンスミはロングが 58.7% と上入りになっています。今後の指標としては、本日8月10日にロシアの CPI、8月13日に雇用統計、ドイツユーロの景況感指数、米 PPI、8月14日にニュージーランドの中銀政策金利、米国英国の CPI などが控えております。昨日は先日からの市場全体のあらゆる懸念が払拭されて、ビットコインも1日プラス 10% 以上という、記録的な上げ幅となりましたけども、現在は一時調整中。ただまたそこを守りながら上へ向かおうとしております。市場全体で見たら楽観的な空気になりやすい環境なのかなと思いますけども、ビットコイン仮想通貨市場単体で見るとですね、やっぱり気になるのは先ほど取り上げた米大統領選の経過ですね。これまでトランプ勝利が織り込まれての期待上げが結構ありましたから、この時点でハリス優勢となると、ハリスが以前と比べて仮想通貨に寄り添う姿勢が見られるというところを考慮してもですね、トランプが勝つというシナリオよりは弱い印象ありますよね。一つ懸念が解消されても、また新たな懸念が出てくると、本当にね、短期デイトレ勢は忙しい相場なのかなと思いますね。チャットだけ見たら、週足下髭陽線が結構各所でピックアップされてますけども、確定まであと2日ありますんで、ハリス優勢の展開でどこまで維持できるのか、週明けには注目指標また並んでますんで、警戒も走りそうですね。短期ではこの6万で反発したら強い形になりそうですが、下抜けするとなると、また5万4000コースが見えてくる形になってます。週明けまでどのように動くのか注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格が現在2580ドル、BTC 建ては 0.0426 と、昨日からは下がっております。先物の方では、OI は全体でプラス 4.3%、額としては101億ドル相当、比率としては全体ではロングが 50.5%、バイナンスミはロングが 74.2% と上入りになっています。イーサー連日、オンチェーンの方で、バッドファンダが立て続けに出てまして、それ以降新たなファンダも出てないんで、厳しい展開が続いているのかなと思いますね。チャートもドル建てでは2600の抵抗で揉んでるように見えますが、BTC 建てでは 0.045 で弾かれて、また下向きになっているようにも見えますね。どちらにしろ ETF やオンチェーンの方でなんか明るいファンダが出ない限りは展開は変わりづらいのかなと思います。短期では2700の山を越えられるかどうか、下は2400あたりで反発できるかどうかが焦点になると思います。イーサの今後にも注目ですね。あと、ここからその他の動向になります。米国税庁の IRS が新たな仮想通貨納税申告書を公開しています。これまでの流れはですね、米国が仮想通貨事業者や投資家に対して取引履歴の報告義務を課す方向で動くことになりまして、事業者側は無駄な負担が増えるし、また投資する側もですね、以前公開された申告書では、実際に取引したアドレスや取引相手を気にする欄がありまして、とんでもない雑務が増えると。しかも個人のプライバシーもクソもないということで、批判が殺到してました。で、今回その声を受けてか、新しい納税申告書ではですね、アドレスや ID を記入する欄が削除されてまして、だいぶ簡素化されたことで現在話題になってます。仮想通貨市場は各国の規制や米国の会計ルールなどのせいで新規が入りづらいとされてますけども、最近では米政府と仮想通貨業界のトップが会合を行ったことも話題になりましたし、香港の方でも毎回 Web3 について発信しているジョニー議員が
仮想通貨業界に対しての銀行サービスの規制緩和に動いて、また話題になってます。各国の規制が今後改善されるのかにも注目ですね。あと他では OKX 周りが少し騒いでますね。事の発端としては、OKX のパートナーとして活動してたサトシフレンズというインフルエンサーのこの投稿ですね。長文なんで一部だけ抜粋するとですね、OKX のアカウントが突然凍結されましたと、早急に資金を引き出してくださいと、ユーザーへ撤退を促してます。で、これに対して OKX の CEO はですね、彼はギャランテックスやトルネードキャッシュなど制裁対象のミキサーを使ってたから凍結しただけだと、通常のユーザーは対象にならないので安心してくださいと投稿してます。敵対組織でのこういう言い合いはよく見ますけども、勧誘してたインフルエンサーと取引所の争いは結構レアですよね。現在 OKB の価格には影響はありませんが、こちらの進捗にも注目ですね。あと、アルト関連では、リップルがドルステーブルのリップル USD のテストを開始したことが話題になっています。XRP レジャーとイスラムチェーン上でテストしているようです。開発が発表された当時もですね、取り上げましたけども、今年中のリリースに向けて順調に動いているようですね。当初 XRP レジャーをイーサの対抗として立ち上げたのに、自社のステーブルはどっちにも運用するんかいと思ってましたけども、ステーブル事業は単独での成功を考えてそうではありますね。最近ではリップル vs SEC の判決も出ましたし、リップル関連の話題が多くなってますね。以前も SEC 関連の訴訟ファンダの後に、リップル関連のファンダ出してた気がしますね。XRP の価格は現在 0.578 ドル、BTC 建てはマイナス 4.1%、時価総額7位ですね。判決直後からはさすがに調整入ってますけども、まだ全貌には至ってないですね。時間足では0.65 ドルあたりの抵抗が強そうに見えますが、ここからさらに上抜けできるのか注目ですね。今日はこのとこですが何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。良ければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。